不動産屋さんの怪談です。この話は大阪にお住まいの現在30代前半の方が15歳ぐらいの時から何年にもわたって続いた恐ろしい体験談です。この方を仮にすみれさんとしておきますが、それはすみれさんが中学生の時に学校でいじめにあったことが最初のきっかけだったそうです。学生生活は辛く、すみれさんはだんだん生活態度が荒れてきたそうで、服装もだらしなくなり、夜遊びや家出をしょっちゅう繰り返すようになっていきました。そしてその頃からすみれさんの周りで怪奇現象が起きるようになりました。当時すみれさん一家は3階建ての家に住んでいたのですが、夜中その2階から3階にかけての階段で誰もいないのにギーッギーッと人が歩く足音が聞こえてきました。またどこかからうーといううめき声がしたそうです。そしてちゃんと閉めたはずの自分の部屋のドアがいつの間にか開いていたり、誰かに見られているような感覚がしました。すみれさんは家族や誰かに相談しようと思いましたが、どうせ信じてもらえないと諦めてしまい、誰にも言わずに恐怖に耐えていたんだそうです。そんなある朝です。布団から目を覚ますと、すみれさんの首に携帯の充電器コードがぴったり巻きついていました。最初すみれさんは布団の横で夜中に充電していたので、たまたま寝返りを打った時に首に偶然絡まったのだろうと思ったそうです。ところが次の朝もコードが首に絡まっていました。その時もおそらく夜中自分が触れているのだろうと思いました。でもその後も朝起きるとまた首にコードが絡まっていたのです。さすがにこれは変だと思い、その夜は携帯の充電を布団からかなり離して寝てみました。ところが朝起きてみると、いつもと同じようにコードが首に絡まっていたそうです。ついにすみれさんは自分の部屋に幽霊か何かこの世のものではないものがいると確信しました。この時家族に相談すればよかったのですが、逆に干渉してくる母親の存在を疎ましく思い始め、すみれさんは自分の部屋のドアや窓にすべてにガムテープを貼り、お母さんが部屋に入ってこないようにしたそうです。それでもお母さんは無理やり部屋を開けてすみれさんを中から出し、そしてお母さんはすみれさんのこの異常な行動から何かがおかしいと気がつきました。すみれさんもついに今まであった怪奇現象のことをお母さんに打ち明けました。驚いたお母さんはすぐすみれさんをある祈祷師のところに連れて行き、お祓いを受けさせたそうです。さあこれでもう大丈夫と思い、すみれさんは安心して家に戻ったそうです。ところがすみれさんはその夜、以前に感じていた霊ではなく、今度は全く別の新たな男性の霊を感じたそうです。夜中に男のうなり声が聞こえ、あの2階から3階の階段のところからその男の霊が低い声で言葉を発しているのですが、何を言っているかすみれさんには全く聞き取れませんでした。それだけではなく、電化製品が次々に壊れていき、急に鏡が割れたり、閉めたドアが突然目の前で開いたりという現象が起きたそうです。単に足音や誰かに見られているといった程度ではなく、怪奇現象は以前よりエスカレートしていました。あの祈祷師では払いきれず、逆に霊の怒りを買ったのか、事態は悪化してしまったのです。お母さんも必死にこの最悪の状況を打開してくれる人を探しました。そして意外にもお母さんの職場で霊媒師をしている方を見つけたそうです。その方はお母さんもよく知っている方で、早速自宅に来てもらうことにしました。その当日のことです。霊媒師さんが自宅の前に到着すると、何このお化け屋敷、入りたくないと苦笑したそうです。そして霊媒師さんは家に入ると真剣な顔つきになり、中をくまなく見て回りました。すべてを見終わると、霊媒師さんはこんなことを言ったそうです。すみれさんの感じていた霊のことには触れず、まず見えたのは先祖の霊で、これはご先祖の供養がきちんとされていないため、
成仏できずにいるので、まずはちゃんと先祖供養をしてくださいとアドバイスを受けたそうです。それを聞いてお母さんが仏壇の前できちんと供養しようとすると、なんとお母さんにも何かが取り付いていて、それが現れてきたのでした。そこで急遽その夜、霊媒師さんはまずお母さんのつきものを払うのと先祖供養で終わってしまい、また明日来るということで帰ってしまいました。霊媒師の前ではすみれさんに取り付いている霊は決して姿を現さず、うまく隠れて潜んでいたので、すみれさんのことは後回しになり、お祓いもしてもらえず、周りにいる霊も野放しになってしまいました。その夜からすみれさんは女の声で逃がさないと言っているのが聞こえてきたそうです。すみれさんはこのまま一人でいると本当に自分は霊に取り殺されてしまうのではないかと思い、その日の夜はお兄さんとお母さんの間に挟まれて川の字に布団を敷いて電気をつけたまま寝たそうです。深夜のことです。何かが畳を這いずる、ずるずるずる、ザザザという音がしてきたそうで、すみれさんたち3人の周りを見回しながらぐるぐる一晩中、その得体の知れないものは這いずり回っていました。すみれさんは今夜だけの辛抱だと思い、恐怖の中じっと耐えていたそうです。その畳の這いずる音は朝とともになくなりました。その日の夕方、霊媒師さんが来るまで、すみれさんは聞こえてくる霊の声に耐えていなくてはなりませんでした。うなり声や逃がさないという言葉も聞こえてきたので、すみれさんは音楽を大音量でかけて霊の声を消していたそうです。それでも夕刻には無事霊媒師さんが来てくれました。そこで霊媒師さんはまず最初にすみれさんの部屋に入り、じっと目を閉じ霊視を始めました。しばらく沈黙が続くと、霊媒師さんは、ここに4体の霊がいて、昨日は隠れていたな、とポロッと言ったそうです。すみれさんは4体と聞いて驚愕しました。女の声と男の声は聞こえていたので、2人だと思っていたのですが、実際は4人もいたというのでした。霊媒師さんは、おじさんの霊、子供の霊2体、女の霊、合計4体がここにいると言ったそうです。すると突然霊媒師さんが逃げるなと叫んだそうです。霊たちは見つかってしまったので逃げようとしたのでした。おじさんの霊と子供の霊2体は逃げることができず、まずおじさんの霊はその場で霊媒師さんによって除霊してもらいました。子供の霊は母方の親戚の水子霊だったそうで、除霊ではなく先祖供養と一緒に水子供養をすることになりました。問題は逃げてしまった女の霊のことでした。途方に暮れるすみれさんに霊媒師さんは、明日夜すみれさん、あなたが私の家に来なさい。逃げた女の霊はあなたに取り付いているから、あなたが私のところに来れば、その霊は嫌でも逃げられないから、と言いました。すみれさんは事実を知ってとても怖かったそうです。すみれさんはその夜もまたお兄さんとお母さんに挟まれて川の字で寝たそうです。その夜も畳を這いずる音が一晩中していましたが、疲れ切っていたので寝ることができたそうです。朝になり、お兄さんとお母さんが昨夜畳を這いずるような音がずっと聞こえていたと言ったのです。すみれさんだけでなく2人にも聞こえていたようでした。ついにすみれさんが霊媒師さんの家に出向いてお祓いをしてもらう日になりました。朝から人の影が見えたり足音がして、すみれさんは心身ともに限界でしたが、何とか夕方霊媒師さんの家に到着しました。そして夜の7時から祈祷と除霊が開始されました。第1日目はすみれさんについている悪霊をまず霊媒師さんの中に取り込むことをしたそうです。霊媒師さんの中にその悪霊が入ると、突然霊媒師さんの様子がガラッと変わり、まるで動物のように四つん這いになったり、くねくねと気味の悪い動きをしながら
すみれさんに向かってきました。すみれさんは身動きができなくなり、心の中でずっと助けてと叫んでいました。そしてその悪霊に憑依された霊媒師さんはいきなりすみれさんを抱きしめました。お前は一緒に死ぬんだ。一緒にあの世に来い。お前は私の娘だ。逆らうな。と一方的に言い出したそうです。それを聞いていたお母さんが突然取り乱し、絶対連れて行かせない。この子は私の子だから。と霊媒師さんに向かって叫んだそうです。すると憑依されている霊媒師さんは、黙れと返してきました。もうみんな明らかに霊媒師さんの中にいる悪霊の言葉なのが分かり、恐怖で震えていました。そして霊媒師さんはこれ以上は危険と察してその悪霊を体から出したそうで、するとみるみる元の優しい霊媒師さんの表情に戻っていったそうです。3人は呆然と立ちすくんでいると、霊媒師さんはすみれさんに今彼女の中で分かったことを話してくれました。すみれさん、あんたに入っているのは水商売をしていた女の霊で、客との間にできた子があんたにそっくりで似ていたので勝手に取り継いでいたんだそうだと聞かされました。すみれさんは震えが止まりませんでした。そして霊媒師さん曰く、その水商売の女の霊を体から出したとき、ここに結界を張ってあったのだが、その霊は逃げてしまい、今すみれさんの家の方にいるとのことでした。そこですみれさんだけ安全な霊媒師さん宅に残り、お兄さんお母さん霊媒師さんの3人ですみれさんの家に向かったそうです。後で聞いた話ですが、すみれさんの家では彼女の部屋で除霊が行われ、その水商売の女の霊はかなりしぶとく、成仏することを嫌がって部屋中逃げ回っていたそうです。霊媒師さんがお経をあげているとき、お兄さんは誰かに鋭い目で睨みつけられているような視線を初めて感じたそうです。来るなら来いや、負けへん、戦うからな、と強く思うと、しばらくしてその気配はなくなり、いつの間にか霊媒師さんの除霊は終わっていたそうです。そして3人はすみれさんが待つ霊媒師さんの家に戻りました。その後また霊媒師さんの家でこの日の最後の除霊の続きが行われました。すると霊媒師さんがすみれさんの背後に向かって突然話しかけてきました。それはすみれさんではなく、あの水商売の女の霊に話しかけているのでした。霊媒師さんはすみれさんのそばによりお経を読み続けました。するとすみれさんは胸や呼吸が苦しくなり、耐えられなくなっていきました。さらに何も泣きたくもないのに涙が勝手にあふれてきたそうです。そしてすみれさんの口から思いもかけない言葉が出てきました。こいつと一緒に死んでやる。つまりすみれさんを道連れにするということを言っているようで、すみれさんの意に反して勝手に言葉が出てきたそうです。霊媒師さんは、それなら無理やりでも不動明王に地獄に連れて行かせると言い、不動明王の真言や他のお経を唱え始めました。すみれさんはますます苦しくなっていき、自分の意思とは関係なく、嫌だ、やめてくれ、お前も殺すと泣き叫んだそうです。すると霊媒師さんは、三途の川の向こう側にあんたの子供が待ってんねん。あんたが取り付いているこの子は違う子やと言いました。女の霊は思いっきりすみれさんの体を借りて泣き始め、すぐに私の子のところに行かせてと言い出しました。霊媒師さんは、そうやで、待ってるねんで、だからこの子すみれさんから離れてあげて。あんたの分も祈祷してあげるから、すみれさんに感謝して上に上がって、本当のあんたの子を二度と話したらあかんで、約束やで、と説得したそうです。そしていよいよクライマックスとなり、霊媒師さんは呪文のようなお経か何かを唱え出しました。体の機能を霊に乗っ取られたすみれさんでしたが、スーッと軽くなっていくのを感じ、夢から覚めたかのように現実の世界の自分に戻っていきました。そしてその日を含め1週間をかけて先祖供養を中心に女の霊の祈祷も続けたそうです。霊媒師さんのおかげで
すみれさんの先祖供養と今回の元凶の霊をすべて成仏できたとのことです。その後除霊した女の霊は般若心経が書かれたお経、お花、お供え物と一緒に川に流し、完全成仏させたそうです。すみれさんはその後、家族に今までの自分の行為と態度を誤り、心機一転で服装や生活態度、何から何まで改めたそうです。そして最後にすみれさんは、自分に起きたことは条件が揃えば誰にでも起こりうることだと語っていました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。